こんにちは、みえこです。今日はね、このペットボトルが2つ入るシンプルなポーチを作ってみたので、皆様にご紹介しますね。カバンといっても過言ではない感じがします。で、赤い色の作品と2つ作りました。で、これね、前回作ったこのカバンのパターンの色の配置を変えただけのパターンです。ですから布もそのまま同じものを使っても大丈夫ですよ。布のカットも同じなんですよ。それでね、いつもこのなぜ 3.5 センチ幅で布を切っているかということをご説明しますね。この15センチ ×15 センチ幅のこの定規を使って切るときにとても便利な大きさなんです。で、縦横の布の伸びを確認しながらカットしてこのように布を配置します。長さ 7.5 なんですけど、15センチの半分が 7.5 なので、それで使いやすいんですね。で、3.5 は小さいメモリがあるので、それもまた使いやすいです。で、最近使っているのはこの小さい方ね、15センチ ×15 センチのもの。それから大きいのは30センチ ×15 センチのものをずっと使ってます。で、布を並べますね。このように並べて今日のパターンを作ります。まず中心から縫いますね。縫い代は7ミリですよ。布の色の配置が違うだけでいろんなパターンができるのはとても面白いですね。はい、これね、25個作りますよ。で、ポケットの部分に使うものと、それ以外ですね、本体に使うものと分けます。で、ポケットの部分から作りますね。これ5枚ずつ縫います。
で5枚ずつ縫ったものもこのように全部縫って1枚のトップを作ります。そしたら残りね、この15枚も全部縫いますね。で、簡単にプレスするときれいにできますよ。次ね、裏布と表布、一部表布用意します。で、大きいの2つは本体部分の布ですよ。で、キルト綿も準備します。これね、小さいのがポケットの部分ね。で、大きいのがカバン本体の部分ね。では、ポケットの部分から作りますね。ポケットのピースワークした部分にキルト綿を重ねます。そこに動かないように針で留めて、で、細い布を重ねます。で、これを7ミリの縫い代で縫います。次ね、裏布を縫いますよ。このように重ねて、こことここ縫いますよ。縫うのはキルト綿の端を縫います。そしたらこのね、縫い代の部分に簡単に
プレスして表に返します。そうすると仕上がりがきれいにできます。でここでね、一回ね、プレスするといいですよ。次ね、これ、カバン本体の部分ね。これも先ほどと同じように、キルト綿に重ねて、針で留めて、緑色の布を重ねて縫います。縫ったら、このように広げて、針で留めて、裏布を合わせて、で、こことここをミシンで縫います。で、縫ったら、先ほどと同じように、縫い代の部分に簡単にプレスします。そして表に返します。で、プレスすると仕上がりきれいです。この後、キルトまたはステッチしますよ。ステッチはこのようにしましたよ。で、キルトラインをつけるときれいにできると思います。で、全部縫ったらこのようにできます。次ね、フリースタイルのファスナーをつけます。ね、切り端残ってたら、それ使うといいですよ。で、その前に紐作ります。紐はお好みで長さ自由にしてくださいね。太い紐でもいいですよ。これも簡単にキルトしました。直線で何回も縫っても丈夫な紐ができますよ。
それでは仕立てます。まずはこれね、裏布ちょっと大きいのでトップと同じ大きさに切ります。裏布の大きい部分を切ります。で、ポケットをこのように重ねて同じ大きさになるようにしてくださいね。そしたらファスナーつけます。こことここ1箇所ね、ポケットにまず片側、そして本体部分は両側に表から見ながら縫いますよ。このように縫います。そしたらね、ポケットの部分、片側、これね、ジッパーつけて、このようにセットします。で、赤い部分のファスナーは、本体部分に直接縫い付けます。これ半分に折って、ね、縫い付ける場所の確認をします。これね、表からそのまま縫っても、赤い部分ね、表からそのまま縫ってもいいんですけど、これね、今ね、縫い終わったものをまず先に見せますね。これ、裏を見ながら縫います。で、これをね、裏側見ながら本体に縫い付けます。でね、これどこに縫うかですよ。これが映ってなかったのですね。ごめんなさいね。で、その後、ポケットの底を縫います。で、ここね、できたものはこれ。探してみたらここに、ここね、上から3.5センチぐらい離れたところに縫ってますよ。で、その後、紐をこのポケットの上の部分ね、動画の画像だとちょっと下になっちゃってるけれど、ここに仮留めします。簡単に縫います。
そしたらこれね、ジッパー最後にもう一個入れて、それで横を縫います。ここね、両サイド縫います。ファスナーの金具に当たると針が折れそうなので、この部分開けて後から手縫いしましたよ。で、両方縫いますね。はい、このようにできます。そしたら余分な布を切って、今回は布の端は別の布をつけて隠しましたよ。先ほど縫ったラインと同じぐらいのところを縫って布の端を隠します。で、最後に手縫いでこの布をきれいに縫いましたよ。はい、できました。裏はこんなシンプルな感じです。で、表に返すとポケットのあるショルダーバッグにもなりそうですね。斜め掛けにしても良さそうです。紐短くしても使いやすいですよ。むしろ紐なくても大丈夫です。作品完成したので、今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。